こんにちは。基本のヨガのかすみです。今日はヨガのベルトの使い方、いくつかご紹介しますので、一緒にやっていきましょう。ヨガベルト、そんなにお持ちの方多くないとは思うんですが、私はとってもおすすめしています。私のクラスでもよく使うんですが、興味があるけどどうやって使うんだろうって思われている方、今日はいろいろ効果的な使い方ご紹介していきますね。私が愛用しているのはヨガワークスさんのこのベルトです。ここがプラスチックなんですけれども、とても丈夫で使いやすいです。長さも結構長いんですね。昔のタイプはこれよりも30センチぐらいかな、短かったんですけど、リニューアルしてずいぶん前ですけど長くなりまして、とても使いやすくなってます。身長の高い方、男性でも十分な長さになっていると思います。で、ヨガのベルトを選ぶときなんですが、その長さっていうのもすごく大事なんですね。値段ではなく、やっぱり機能性、長く使うものですから、機能性を考えて購入されるといいかなと思います。あとは太さいろいろですけど、これはね、小指ぐらいですかね。ちょっと何センチかわからないけど、4センチぐらいかな。適当言ってたらすいません。このぐらいですね。このぐらいあると割と安定感があってしっかり使えて食い込まないかなと思います。もう少し太いタイプのものも他のメーカーさんから出ていますね。細すぎるよりかはこのぐらいあった方がいいかなと思います。そしてさっきも言いましたけど、長さですね。あんまり長いとね、できることが限られてしまう。さあ、使い方なんですが、まず、私は右利きなので左手でバックルの方を持ちます、ね、表側ですね。ねじれると良くないので、輪っかにするときは必ずこうやってねじれてないかどうか、そして端っこを右手で持ったら真ん中を下から上ですね、真ん中の穴に下から上通します。それから今度端っこの方の細い方の穴に上から下通します。そしてこれを引っ張ると輪っかになります。ここを引っ張れば輪っかどんどんちっちゃくなるんですね。で、このタイプのものですと、ここの部分をこう引っ張るとまた大きくすることもできます。ただこれをしないと引っ張っても抜けないですね。さあ、では肩幅でまず使ってみましょうか。自分専用のものは肩幅をいちいち何回も調節するの時間かかりますが、私はここに印で、刺繍糸で印をして、ここに来ると自分の肩幅っていう風にしたりしていますね。そうするといちいち測らなくてもパッとできます。借り物だとできないですけどね。そして、はい、だいたい肩幅っていうとこのぐらいですね。平行線、どこまで行っても平行線、ハの字に広がっていかない幅。あとはやることによって1センチぐらいちっちゃくしたり大きくしたりすることはあります。肘から下にかけます。バックルが骨に当たると痛いですから、バックルが当たらないところに置きますね。それから厳密に左右対称に、慌ててやると、例えばこんな感じでずれてると、やっぱり体にとってはアンバランスになってきますから、その辺はきちんと見る。こういうのもヨガの練習かなと私は思ってますね。さあ、では肩幅にセットしたこのベルト、まずはどういうふうに使うか。ベルトをピーンと外に引っ張るように腕を使います。手のひら向かい合わせて、手首が折れたり指が力が抜けたりしないように中指しっかり引っ張って、そして息を吐きながらベルトを横に引っ張ります。
ベルトをしているだけでは緩んでいると全く意味がありませんから、ピーンと張った状態を作ります。で、そうすると肩甲骨、お腹感じてきます。肩甲骨が安定してきます。そしてこれをすることによってお腹、下っ腹のあたりですね、少し使われます。さあ、ではベルトピーンと張ったまま息を吸って胸の高さに上げてみましょう。ベルトが緩まないように引っ張り続けて、吸う息では背骨を長くして、吐いた時に肩を下ろします。次の段階、吸う息斜め、目線も少し上がります。肩の高さがずれていないように、ベルトしてると割と分かりやすいですね。床と平行。そしてもう一度ちゃんと引っ張れているか、腕ではなく背中の方で感じていきます。さらにいけそうだったら次の吸う息で頭の上、耳の横あたりに腕を持ってきてみましょう。鏡があれば、もし手がこんな感じで曲がっていると分かりますね。まっすぐを作って、手を上げることによって必ず肩上がってきますから、鎖骨を横に開いて肩甲骨を下ろします。力を使い続ける、これが必要です。さあ、ここで5呼吸ぐらいもうしたでしょうか。ゆっくりと戻しますよ。はい、息を吐きながらゆっくりベルトを緩めないまま戻してきます。はい、それからベルトをほどいて、さあ、肩周り、背中の感じ、ちょっと観察をしてから、そのまま手を上げていきましょう。ベルトなしで息を吸いながら上げていく。どうですか？多分体がその違いを教えてくれますね。すごく背中が使いやすくなってます。これを応用していろんなことをするわけなんですが、じゃあもう一度ここにかけますね。ダウンドッグの場合は今よりも1センチぐらいちょっと広めにするといいと思います。あまり狭いとね、窮屈になりますからね。はい、そして手のひらをつきました。四つん這いから手のひらついて、肘の内側が前を向いていないように、サルテの方特にこうなりやすいですから、肩甲骨で操作をする。ベルトをこう引っ張るようにして、肘の内側を向かい合わせていきます。後ろの足指立てて、吸う息で膝を上げたら、最初はお腹を太ももの方につけに行って、膝を曲げたダウンドッグをしましょう。股関節を折りたたまって、はい、その後、吐く息でかかとをゆっくりと下ろしていく。踏みしめるように内くるぶしを使って、外側のくるぶしを内側に押し込んでいくような感じ。足の裏全部使えてますか？ベルトもう一度思い出して、ベルトをピーンと横に張るようにして、肩甲骨を骨盤の方に下ろしていく。背中は広く背中で呼吸して、息を吐いた時に手のひらの付け根で押しながらベルトを引っ張ります。お尻は後ろ。はい、では戻りましょう。はい、どうですか？ダウンドッグ、背中の方までしっかり手の力が伝わったかなと思います。さあ、では次に、今度は仰向けで使うものをやっていきますね。輪っか作ったままでいいです。はい。足を中に入れて、太もものところ、節番ダーサナで使います。膝と膝の間はげんこつ1個分ぐらい開けて、でやはりこれもバックルがこういうところに当たらないようにしましょうね。繊細に体を使って。はい、では寝ていきます。肩を下げて、足をまっすぐにして、息を吸いながらお尻を上げていきましょう。肩の付け根のところに体重がかかってきます。
お腹は薄いまま胸の呼吸をしますね。では今組んでも組まなくてもどちらでもいいです。組まない場合は手のひらで床を押して、さあベルトをしていることによって膝が開いてくるのを防ぎます。本来は自分の筋肉でそれをするんですが、コントロールでするんですが、ベルトがその代わりをしてくれてますから、他のところに意識が向けられますね。補助になってくれる。はい、では戻りましょう。息を吐きながら、はい、お尻が戻ってくるまでゆっくり。ベルトはこのままでもいいですし、取っちゃってもいいです。一息。はい、今度はベルトをつけたままアパンアーサナ抱えてみましょう。持つ場所はどこでもいいです。これも膝が開きやすい方にとてもいいですね。はい。はい、今度は少し輪っかを大きくしますよ。ここをこういうふうにすると大きくなりますね。だいたい足の長さぐらいですかね。はい、大きくしたのをこうやってかぶります。脇の下に入れて、そして足にかけます。で、足にかけるときは母子球のところね、ここにかけたくなるんですけど、ここではなく必ずここでベルトを押すために使ってますから、ね、ここではなくここです。これは意外に何回も言ってもここにしてる人いっぱい見ますだからついここにかけると安定しますからね、ここにやりたくなっちゃう気持ちはわかりますね。はい、でもベルトを押すためにやってますからね。はい、両足ベルトにかけました。そしたら息を吸いながら半分アップ、すねが床と平行ぐらい。ベルトが肩甲骨を押してくれますから背中が丸くなりにくいですね。太ももとお腹をくっつけて、お腹の力を使って座骨で床を押して、体は少し斜め後ろ。これでバランスが取れたら手も離すことができますね。次、息を吸いながら膝伸ばせるようだったら伸ばしていく。ベルトを押しますよ。で、緩んでても構いませんが、押すっていうことを忘れないで。足で押すことによって背中がまた伸びていく。うまくこのバランスが、前と後ろのバランスが取れていくと、手を離すこともとても簡単にできますから、ナバアーサナ、船のポーズの感覚取りやすくなります。手の位置は上でもいいし、床と平行でもいいし、床に置いてもいい。さあ、太ももとお腹をくっつけて、もう少し足を顔の方に近づけたい場合は、ベルトを長い方を引っ張っていくと少しね、きつくなりますから。はい、こんな感じ。はい、では緩めて、ナバーサナ、なかなか自分の筋力だけでこうするのってね、きつい場合ありますよね。で、こういう形になるっていうのを体に教えてあげる意味でもベルトを使うとね、楽しくできますから、ぜひやってみてください。あまり筋力いらないですけどね、ただ保とうとするバランス力だけですけど。はい、次立っていきます。はい、次は立ってベルトを使っていくものをいくつかご紹介しますね。立つ場合は輪っかではなく一本の紐状にしてやります。まずは、右と左が同じ長さになるように作って、それを踏みます。右足、この母子球のところですね。ここではないですよ、母子球のところ。そしてタダアサナで、こうやって持ってもいいんですが、私のおすすめはこうやってね、手に
一周引っ掛ける。そうすると肩の力が抜けやすいんですね。でこの形でまずタダアサナ、しっかりと右足左足マットを踏んだら息を吸って足を上げていく。でこういうふうに短くしていくとどんどん足上がっていきますから、だいたい床と平行ぐらい90度を目指してやっていきます。肘は伸ばさないでわざと肘を曲げて後ろに引く。でそのことで肩が前に背中が丸くなるのを防ぎますから、必ず肘は曲げるようにしてください。お尻を下げてベルトを押して、見えない空気を押すって言いますが、見えない空気より実際にベルトを押すものがあった方がより感覚が分かりやすいですよね。はい、それではゆっくり下ろします。反対もやってみましょう。今はまっすぐ膝を曲げないで上げてみましたが、膝を曲げるやり方もあります。はい、少し短めに持っておいて、しっかりと左右足を踏んだら息を吸って膝を上げる。90度ぐらい、階段のように90度上げていったら、そこから吸う息で足を伸ばす。このやり方でももちろん大丈夫です。さあ、左のお尻上がってこないようにお尻を下げて太ももを床の方に下げていく。肩に力が入っていることがありますから、思い出したら、あ、そうだそうだ、肩の力を抜いて胸を上げていきましょう。立ってる足は親指、母子球、内くるぶしのところを意識をします。ももが離れていかないように内もも同士を寄せて、ももの高いところで恥骨を挟む。はい、それでは膝を曲げて、はい、息を吐きながら下ろしましょう。これはウティタパーダムシュタアーサナ、足を前に伸ばすポーズ。親指を持ってやることはありますが、こんな感じですね。で、届かない場合があります。届かない場合は今のようにベルトを使ってあげるといいですね。はい、次、トリコナーサナをベルト付きでやってみましょう。まずベルトをそんなに長さいらないので、半分ぐらいでいいですかね。で、輪っかの方は手首にかけます。そして、親指出しておきますね。親指出しておきます。はい、足を腰幅2倍半ぐらいに開いたら、右足外側にして腰をまっすぐにします。息を吸って手を上に上げて脇の長さを作ったら、吐きながら右にスライド。さあ、両方の手が伸びていく。ここがベルトが緩まないようにベルトピーンと引っ張りながら伸びていく。そしてあとは手を下に下ろしたかったら下に下ろして足タッチ。ベルトをさらに引っ張って頭の先に引っ張っていくと、左体側ものすごく伸びてきますね。はい、それでは息を吸いながら戻っていきましょう。はい、反対もいきますよ。ベルトを右左変えてもいいんですが、ちょっとこのままやってみましょうね。はい、息を吸って吐きながら、今度は左斜め遠くに倒れるのではなく、遠くに遠くに遠くに引っ張って、後ろの足にも体重をかけて、さあ伸びを感じながら左手足そっとタッチ。右手顔の前に来ないように、できれば耳の横あたりに腕があるようにします。で、今こういうふうに上の肘ひっくり返ってると肘痛くなります。肩甲骨つながりませんから、こんな感じで肘が上を向かないようにしましょう。さあ伸びを作りますよ。いっぱい倒れるのがいいんじゃなくて、伸びているのがいい。はい、じゃあ戻ります。息を吸いながら戻ってきて、吐いて下ろしましょう。はい、こんな風にも使えます。今度は座って輪っかにしない使い方。これもやはり長さ同じになるように、大体でいいですが、
同じになるようにしたら、ダンダーサナ杖のポーズで座ります。ダンダーサナ杖のポーズ、お尻がこういう風に倒れていないようにしっかりと仙骨立てて、でもしも仙骨が立たない場合、少し膝を曲げて足で骨盤を引き寄せてください。そうすると必ず起きてきますから。絶対に膝を何が何でも伸ばさなきゃいけないっていうことはないですからね。骨盤がこうなってるよりかは立ってる方が優先。はい、それではベルトをかけましょう。母子球のところね。そしてはい、スルスルスルっと肘が曲がるところ、こんな感じでかけて、であんまり前にない方がいいですから、短く持たないようにして、ちょうどいいところを見つけてね。でそのためにもベルトの長さある程度必要なんですよね。私は足はそんなに身長低いですから長くないからこれ足りますけども、ね、身長が180センチの方とかだと結構ギリギリになってくると思うんですよ。はい、それでは息を吸って背中を伸ばして少し前を見る。鎖骨を横に広げて胸を広くしましょう。吐く息でベルトを押します。太ももが引き締まってくるのが分かります。例えば膝を曲げた場合でもベルトを押せます。押せますから押してください。お腹を感じると思います。で少しずつ伸ばせるようだったら膝伸ばしていけばいいですね。まずこれが第1段階。これができたら次吸う息でまた伸びて、吐きながらベルトを引くことで股関節を動かします。目線は下を見ない。前屈下を見ると必ず背中丸くなりますからね。目線は足よりもうんと前を見ておく。肩を下げて首で引っ張って、もうちょっといけそうだなと思ったらベルト短くしていけばいいです。もうこのぐらいまで来るとお腹と太ももがくっついてると思います。お腹と太ももがくっつけばあとはもう力抜いて抜くだけで前屈いけますから、まずはこの状態を作れるかどうかですね。で何回も何回もずっとやっているとどうしても肩に力が入ってきたり背中が丸くなったりしますから、吸う息でそれを一回リセットして吐く息でまた深めていく。たくさんいかなくてもいいんです。たくさんいかなくてもいいので、もっと伸ばせるかなと思ったら太ももの筋肉キュッと引き締めると膝の裏が伸びてきますから、膝は押さないでね、膝の筋肉を使う。そしてベルトを軽く引く。いつも肩甲骨を安定させておきます。肩甲骨が安定すると背骨も伸びやすくなります。はい、それでは戻りましょう。足の力を抜かないで息を吸いながらかかとで床を押して、はい吐いて緩めましょう。パスチモッターナーサナ、前屈のポーズ。これは親指を持ったり、それから足の裏側で手を組んだりするんですが、そこまで行く前の段階、この長座が厳しかったり、それから太ももとお腹がつかなかったりする場合がほとんどだと思います。一般的にはそこまで柔軟性の高い方は少ないと思いますから、ベルトを使うことで足を持ったりするのと同じように足の力使っていけますからね。これを応用して、例えばジャーヌシールシャーサナ、膝を曲げて片足でやりますね。これに使うこともできますし、でも同じく片足ですけどこういうふうにして、でジャーヌシールシャーサナはまっすぐにいかないで少し伸びている足の方におへそを向けていきますからね。それを注意して、あとは応用としてはエーカパーダ、向かいカパーダ、パスチモッターナーサナ、膝を内側に折りたたんで、足の裏が天井を向いた形で、これは足の方ではなく2つの足の右左の足の真ん中におへそが向かうようにします。どうしても曲げてる方のお尻が浮いてきますからね、足でベルトを押して
その足の力を使ってなるべく骨盤が水平になるようにします。でこういう使い方もできます。はい、今度は寝ていきます。仰向けに寝た状態でパーダングシターサナ、スプタパーダングシターサナ、スプタパーダングシターサナ。肘が必ず床につくところまで長く持ちましょう。このぐらいで浮いているとやっぱり肩に力が入りやすいんですね。手の力でやってしまうので、肘を落として、これもちょっとこうやって手に巻いとくのをおすすめしてます。そして足が天井の方、90度で十分です。例えばこのぐらいでもいいです。このぐらいでも全然構わないです。足の裏、母子球のところでベルトを押す。それから上げている足のお尻が上がりやすいですから、お尻は下げる。それで十分ももの裏、膝の裏、アキレス腱伸びてくると思います。でかかとはアキレス腱から外していくようにして、ベルトがあるととても安定します。このまま膝を曲げたままでもいいですし、伸ばしても大丈夫。開くときはかけた足の方と同じ手で持って束ねて持ちます。息を吸いながら開いていく。でこれも腰がずれていかないように、余ってる方の手で腰を押さえたり、お尻の下に手を踏んだり、お尻の下に手を入れてお尻で手を踏んだり、それで骨盤がねじれていない、ついていっていないっていうのが分かりますね。反対側も見てみましょうか。はい、膝を曲げた形でも伸ばした形でもどちらでもいいです。このお尻が上がらないこと、お尻を下げる。でしばらく裏側を伸ばしていく。足を伸ばした場合、伸びている足緩んでいない方がいいですね。やっぱりベルトないですけど、しっかりと母子球で見えない壁を押しておく。横に倒すときは束ねて持って、そして息を吸いながら開いていく。肘がここについているのがポイントですね。肘浮いていると多分こうなりやすいかなと思うんですが、肘をついているとここが一つの支えになりますから、こうですね。でもうちょっといけるんだけど、本当はもうちょっといけるんだけどっていうところで、じんわりと内もも伸ばしていくといいかなと思います。あとは重さで自然に落ちていきますから、頑張ってよいしょよいしょしなくてもね、まず余裕のあるところ、8割ぐらいのところ決めたら力を抜いていく。それだけでその方の股関節開いているところまで伸びていきますから、筋肉が伸びてくれれば可動域が増えてきますね。はい、では吸いながら戻しましょう。ツイストする場合も使えますよ。今度は反対の手で持ちます。床まで落としきらずに息を吐きながら45度ぐらい、内ももが恥骨に触れるぐらいの感じですね。これも足を上げるのではなく、少し下ろし気味にして、同じ方の手で太ももを押すようにしてあげると、さらに腰も伸びてきます。体がリラックスしてきますから、ゆったりと自重、自分の体重、足の重さ、体の重さを使う、それを使いましょう。はい、では戻してきて、仰向けで行う場合は体がリラックスモードになっていきますから、ベルトを使って必要最小限の力でやる、それを助けることができると思います。さあ、ベルトの使い方いくつか、座って寝て、それから立っていくつかご紹介しましたが、まだまだたくさんあるんですけれども、
またレッスンの中でご紹介していこうと思います。今日はヨガベルトの使い方でした。役に立った、あ、そうなんだ、へーって思われたら、ぜひいいねをよろしくお願いします。それからコメントもお待ちしています。いつも見てくださってありがとうございます。それでは。この夏お気に入りの飲み物なんですけど、ハーブ水、ミントとレモングラスを入れたお水、それからレモンが入ってます。ライムを入れることもあります。でそれにね、蜂蜜を入れて、あとは、岩塩ですね。お塩、ミネラルたっぷりのお塩をちょっと入れます。夏の飲み物とってもいいですよ。バリ島のテジャクラとかクサンバのお塩、とても貴重なんですけれども、それをいただいたので使っています。体に入れるもの、やっぱり天然のものがいいですよね。スポーツ飲料なんかも裏をよく見て、何かわからないもの入っていたら調べてみてください。体にいいものなのか、自然なものなのか、どんな影響があるのか。クラスではそういうお話もよくしています。みんなが健康で楽しく過ごせるために、いろいろな食べ物や飲み物のことも提案しています。